自分が本当にやりたいと思ってるか、そう思ってるかどうか。結局、ね、リーダーが暗かったら、部下のやる気消えますよと。そうですよ。自分の部署のメンバーがいるときに言っちゃったら、見透かされてますよ。こんにちは。このチャンネルでは、今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、ということで本日もよろしくお願いします。お願いします。今日ちょっともう一度にお伺いしたいのがですね、今僕、ちょうど管理職に昇進したばっかりなんですけど、いよいよそのチームの部下だったりとかメンバーの、ことを動かしていく、リーダーシップを発揮していかないといけないポジションに なりまして、そこで、組織全体を、目標に向かわせるための思考法みたいなところをちょっと今日はモン社長にお伺いしたくてですね、今モン社長自身が、リーダーとして組織を動かす上で一番大切にしている思考の癖みたいなのがあれば、ちょっとぜひ教えていただきたいんですけども、いかがでしょうか？いやー、でもやっぱり、YouTube とかもそうですけど、いろいろテクニカルなことを話されてたりすると思うんですけど、結局ですよ、リーダーの熱量かなっていう結論ですよね。熱量。どんなに素晴らしいテクニックとか方法があったとしても、それをこう上回って経営者の熱量、リーダーの熱量ですよね、がやっぱり勝りますよね。っていうのが今僕が思ってる結論ですよね。なるほどですね。なんでやっぱり熱量をいかに保つかとか、出すかとか、引き出すかとか、そういう風に考える癖ですよね。定性的なもの、定量的なものとか、要はその方法論みたいなものとかってやっぱすごい溢れてるんですけど、仮に方法論だけでうまくいくんだったら、世の中も地頭のいい順に IQ が高い順に成功確率が高くなるってだけじゃないですか。そうとは限らないですよね。これって何なんだろうなってやっぱ考えた時に、方法論で表せないことがあるなと思っていて、精神論的なものとかもそうかもしれないですけど、形に見えないものはかなりの重要性がやっぱありますよね。熱量ですか。だから大事にしてるのはやっぱり社長というかリーダーの仕事、ここで言うならば夢を見せる、方向性を示す、物事を選択する、基本的にはやっぱりこの3つの仕事ですよね。この人についてったらなんかできそうな気がするとか、そういう感覚ですよね。多分ありますよね。ありますね。やれると思ってもらうことをメンバーにですね、やればできると。結局結果って行動があって結果になる。行動の前、言動もあり、それを生み出すのってやっぱ熱量だと思うんですよ。自分がどれだけそれをやりたいかとか。だから結局できるかできないかじゃなくて、やるかやらないかなんで、こういう人がやっぱりリーダーとして成功していくし、人を動かしていけるんだというふうに思ってますけどね。なるほど。ありがとうございます。それって具体的にどういうふうにメンバーとか部下に対して熱量っていうのを最大限認知してもらうためにはどういう行動とかアクションが必要なんですかね？まずはですね、アクションの前に自分が本気でそう思うかっていう話なんですよ。例えば夢を見せるって言いましたけど、じゃあその夢って本当に自分が見たい夢ですかと。僕声が結構普段小さくてですね。そうですか。もともとはですね。で、過去いろんな人の講演とか話をしてきた中で、やっぱりさっきの言っていたように感覚的にすごい身震いするというか、すごく感じ取るものがあるというか、すごく感化されたりとかですね、やっぱあるじゃないですか。片や全然響かねえなみたいなことってよくあるんですよ。この違いなんだろうって自分なりに分析してったんですよね。一つは声だと。これ分かりやすい話ですよね。例えば原稿を棒読みしている人、リーダーとしては夢を見せること、方向性を示すこと、物事を選択すること、この人についていったらという感覚をやれると思わせること、やればできる、熱量、言動、行動、熱量が全てを決めるみたいに言ってる人と、この人についていったらっていう感覚が大事だと。やれるよ。できるかできないかじゃない、やるんだよ。やるかやらないかだから。例えば声だけでも、後者の人の方が本気っぽいじゃないですか。間違いないです。声が大事だなと。僕は声に反応してるんだと。
じゃあその声ってどうやったら出せるんだと。いわゆるスピーチみたいな話ですよね。これもテクニック論もあるわけですよ。もちろんそれもゼロではないんですけど、でも一番声が出るときって自分が話すのを繰り返し分かったんですね。自分が本当にやりたいと思ってるか、そう思ってるかどうかだと。この時にやっぱみんな声が出るんですよ。自分の中で最も。っていう僕は結論だったんですね。じゃあこの声を出すのに自分が本気で思っていることを、要は嘘じゃなくて自分の真実ですよね。自分の気持ちを話すときにやっぱりちゃんと喋れるんだと。この喋り方を訓練することも大事なんですけど、一番は自分が本気でそうしたい、そう思うということを喋ることが一番だと思うんですよ。なるほど。なので一番根本的にやっぱりやった方がいいのは、自分がやりたいことというか夢とか目標に対して自分自身が一番コミットして、本当にそれが自分がやりたい自分の目標だというふうにそうなることが最も効果が高くて、最もやるべきことだと。自分が一番コミットする、いい言葉ですね。だから会社でもよく言うんですけど、自分ごとにしろと。自分ごと化した状態にある本気が周りの人に伝わり、人を動かしていくんだと。だから僕は一生懸命自分の夢を考えて、これが会社のパーパスとなってるわけですけど、自分自身がやりたいことと、例えば会社とか仕事で頑張ることの融合されて、ブレがないわけですよ。だからある意味そう自分自身がやりたいことと仕事や会社をリンクさせれることができて、シンクロして自分自身が達成したい夢が仕事や会社で頑張ることの延長線上にあることを理解したとき、僕はまさに自分ごとになったんですよね。これがないとやっぱり人は動いていかないですよね。なるほど。ありがとうございます。例えば今のお立場で言うと、これじゃあ経営者だからそうなりますよねみたいに言う人いるんですけど、いや自分のチームにもちゃんと目的ビジョン目標を作ってくださいと。これ結構最初にやる人やらない人ですごい差出ます。うちの会社でもそうですけど、やっぱりちゃんと自分自身が例えばさリーダー、例えば支店長とかうちだと、になった時にちゃんとそれが目的とかビジョン、明確な目標があるかどうか、これによってもう最後の結果だいぶ変わりますよね。少なからず何でも一つは自分が本当に先ほど言ったやりたいこと、そして会社仕事の延長線上にあることを設定して、それに対して周りがこの人本気だと思ったらやっぱり協力してくれますよね。もし協力してくれないとかって言うんだったら、それはあなたが本気だと思われてないみたいな話ですよ。なるほどですね。だから逆を考えればいいんじゃないですか。僕が今言った夢を見せる方向性を示す物事を選択するっていうのが、夢を見せない人、方向性を示さない人、物事を選択しない人、これはダメなリーダーですよね。これ最低最悪ですね。言葉尻でも、できるかできないか、できないとかね、やるかやらないかじゃなくてやれない。こんな言動とかは絶対 NG ですよね。確かに確かに。本当に自分のやりたいこととその辺がリンクされてたら、ちゃんと声も大きくなりますし、喋ってもやっぱりこう思いがもう溢れてるから、ノンバーバルな雰囲気とか、ものに人はやっぱ動かされていくんだと思うんですよ。でそこに当然レベルが上がっていったら論理を足していくっていうだけですよね。なるほど。論理だけあっても人は動かないんですよね。最初はもうじゃあ熱量だと。わかりやすいです。ありがとうございます。なのでリーダーとして自分のチームに目的ビジョン目標を作る、そして行動等にやっぱ強烈な感情移入、これがまさに自分ごとにするってこと。あとはやっぱり尊敬される人物となること、これ上っ面じゃなくて、僕はやっぱり思考とか行動、思考言動行動全部連携してますけど、その結果そうなるんですよね。ある人がやっぱついていきたいとか、なんかこの人といたらなんかすごいことできるんじゃねえかとか、俺もすごい夢見れるんじゃねえかとかってやっぱ思わせる人ってそういう人ですよね。確かにそういう人は僕の周りでもいますけど、みんなやっぱ自分ごととしてこう仕事をしてるなってイメージですね。ありがとうございます。あとこれちょっと聞きたいんですけど、逆にリーダーが部下を動かそうとするときにチームの士気を下げてしまうよくある間違いみたいなものとかってあるんですかね。ここをちょっと僕管理職になった手前、切っておきたいなって思ってるんですけど、これどうでしょうか。僕はですね、考え方として一つ大事にしてるのは、経営者もそうですしリーダーって問題とか、
リスクとか、そういうの考えなきゃいけないんですよね。そうですね。出てくるその問題とか、ボトルネックをやっぱ潰し続けるのが仕事でもあったりするので、なので大事にしていることは、はい、悲観的に考え、楽観的に行動する。なるほど。要は、頭で考えてるときは当然リスク管理とか、問題解決とか、やっぱりあるので、最悪のシナリオとか、うまくいかないシナリオも考えるんですけど、それを言動行動に移すときは、できるっしょやれるよ俺らならと。頑張ろうできるみたいな感じで、できると思って行動しますよね。表面上見えてるところっていうのは、その楽観的な部分。これを世間一般的に見られてポジティブですねとか言われますけど、いわゆるポジティブ思考でいいかなと思うんですけど、とにかくそう考えてますと。じゃあそれを大事にしてるっていうことは、危機管理とポジティブな行動を、思考行動の両立を表していると思っていて、これはリーダーにとってやっぱ重要ですよね。いやー、なるほど。楽観的に行動するだけだったら、単純に考えてない人なので、リーダーとしてはちょっと危ないですし、今度悲観的に考えすぎちゃうと、これを気をつけてほしいんですよ。元気がない、不安、多責、利己的発言みたいな。だからさっき言った悲観的に考えるんで、それがその表面上出ちゃう人がいるんですよね。元気がない、不安そうな顔してる、言動する。で、それが進むと、なんで俺がこんな苦しまなきゃいけないんだみたいな。あとはたまにやっぱり自分が得をすればいいかなとか、チームが得をすればいいかなみたいな、ちょっと利己的な発言しちゃうと、ってやっぱなっちゃう時ありますよね。僕が気をつけてるのは、とにかく悲観的に考え、楽観的に行動するということで、やらないようにしてるのは、元気がない姿、不安なのかと思わせるような言動行動、または表情、こういうのと、あとは多責発言、利己的発言、これをしないようにって気をつけてますよね。でもこれ難しくないですか？頭では悲観的に考えて行動ではなくて。でもこれもだから全てトレーニングですよね。トレーニングですか？普通に計画をちゃんと練っていったら、リスク管理しなきゃいけないわけですよ。絶対考えなきゃいけないんですよ。これ考えないんだったら、ちょっと経営者でもないし、リーダーとしては危ないですよね。なるほど。でも、表面は楽観的にしないと、これみんなが不安になりますよね。そうですよね。でも表面で楽観的にするっていうのが、なんかちょっとハードル高いというか難しそうだなって思っちゃいました。そもそもその難しいって思ってること時点から間違いなんで、僕からするとね、リーダーとしては。なるほど。だったらリーダー降りた方がいいよか。もしくはやっぱりそれでもやりたいんだったらトレーニングするしかないんですよ。いかなる状況でもやっぱ周囲を鼓舞して士気を高める。いかなる時もポジティブであれなんですよ。なるほど、なるほど。結局、ね、リーダーが暗かったら部下のやる気消えますよと。そうですよね。仕事がうまくいかない時、リーダーが暗い顔していると部下の心は本当にやばい状況なんだなこれ。どうしよう、もう無理かもしれないって一緒にやる気なくすんですよ。ちゃんとポジティブで元気だったら大丈夫だ、みんなで頑張ろうと、俺も頑張ると、やるしかないんだよと、そしたら道は開ける、必ずみたいにちゃんと言っていれば、そうだな、そうだよな、落ち込んでてもしょうがないよな、俺も頑張るわ、じゃあ俺これやるよみたいな感じで士気が高まるわけですよ。これ言っても分かんないんだったらアニメとかドラマとかいっぱい見とけとこんなドラマやアニメいっぱいありますよね。確かに。だから僕こういう時に言うことは、理想は昔で言うとね、孫悟空だよと。もしくは今だったらキングダムのシンだよみたいな。なるほど。そういうリーダーに結局みんなついていきたいし惹かれるわけでしょ。昔で言うならね、ベジータでもなければ、今で言うならね、翔平君とかもすごい素晴らしいですけど、どちらかといえばシンとか孫悟空みたいな人についていきたいって思う人が多いですよね。それって特徴なんですかって言ったら、めちゃめちゃポジティブじゃないですか。めちゃめちゃポジティブ。どんなに強い敵が来てもビビるどころかやってやると、逆にワクワクすると、そういう人を倒してこそ俺の行く道だみたいなね、そういうことでしょみたいな。なるほど。めちゃめちゃわかりやすくありがとうございます。あとちょっとこれもお聞きしたいんですけど、このリーダーについていきたいって思わせる上司にはどういう共通点みたいなのがあったりするのかなっていうのもちょっとどうでしょうか？そうですね、重複しますけど、やっぱり目標達成を信じてますよね。これっていわゆるだから信念とかぶれないと思うんですよ。ポジティブ、今言った通りですね、周り元気にすると。
これがだから部下の自信を引き出すと。とにかく信念があってぶれない。そして周りを元気にしてさらには自信を引き出すと。こういう人がついていきたいって最終的に思うんじゃないですかね。なるほど。僕もやっぱり本当に振り返るとそういうような人に自然と寄ってってますよね。くっついてってる。そうなんですね。なるほどなるほど。確かになんか目標目的とかがぶれないとか、そういう信念とかって最初に綿密に計画を組むからこそなんか右往左往しないというか。いや、そうじゃないですね。そういうわけじゃないですか。綿密に目標を組むってやっぱ最初組み切れないですよ。だってみんなやったことがないから。ああ、そっか。そこじゃないですね。だからそういうことがあっても、俺らは絶対できるからやるからみたいに信念がぶれなければ、方法を見つけるんで。だからそういうのもやっぱりこう逆に言うとバイアスかかっちゃってて、ちゃんとした計画だったらうまくいかせたみたいな、そんなに限らないですよね。もっと言うとだからいつも言いますけど、やったことないのことを計画してるわけだから、それが正解か分かるわけないじゃないですか。まあ確かに0はダメですけど、100はないですよね。100準備してからとかって言ったら一緒に始まらないんで。そうですね、なるほど、ありがとうございます。最初に組織の士気を高めていくとか、メンバーに対しての自分の見せ方みたいなのは定性的な面が結構強いんですかね。僕はそう思いますよ。だからとにかくもう一回繰り返しますけど、チームのリーダーにもしなったとしたならば、自分の受け持つチームがどういう風な状態になったらどういう目的を持ってやっていくか、しっかりと自分ごとか自分にも関わる。もっと言うならば、このチームのリーダーになって自分がじゃあ3年後5年後とか自分がどうなりたいか、ありたいかをちゃんと自分の中で噛み砕いて、それは多分チームの目標にもイコールになりますよね。僕だったら、とあるチームに任せてもらいましたと。そしたら僕はこのチームのリーダーを通じて結果どうなってたいかなって想像するんですよ。例えばですよ、圧倒的な成果を出してもうワンステップ上の管理職になると。それを続けていって俺は会社をいい方向に変えれるような発言権とか権限を持ってこの会社をもっといい方に変えていくんだみたいな自分のビジョンがあったとしたら、とにかくこのチームは自分のステップだと。だから僕は圧倒的成果を出してもっと上のポジションに行くんだと。例えばこんなビジョンがあったとします。でもそれは会社を良くしたいからだと。会社を良くしたい。だから僕がポジションを上げて変えていくんだ。だからこのチームで圧倒的成果を出していく。圧倒的成果とはこれだと。だからみんなやってくれるからやるぞと。でこれは巡り巡ってあなたたちも全部プラスになると。そういう感じですよね。そしたら別に自分ごとですよね。自分の成長のためにこうしたいという目的のために今このチームはこうあるべきだと。こういう結果出すんだと。こういうことを強くやっぱ思って。で、じゃあそういう圧倒的な成果ってどれぐらいだって計算して計画して、それをみんなと共有して仲間で一生懸命そこに向かってやっていくと。ざっくり言ったらそんな難しいことだよね。まあ確かにそうですね。それをみんなどっかで自分ごとになってないんですよ。なるほど。管理職になったら残業出ないんでしょ。リーダーになっても別に給料がすぐ上がるわけじゃねえし、リーダーになったらなんかマネジメントとかめんどくさいことあるんでしょ。会社はリーダーに対してじゃあ何してくれんのとかね。そういうことないわと。確かに全部利己的な発言ですね。こんな言葉をもし部下、自分の部署のメンバーがいるときに言っちゃったら見透かされてますよ。ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて大変励みになっています。この動画が気に入ったらぜひいいねやコメントをお願いいたします。